生初。これいける。あとパスポートは絶対、キャリーケースは荷造りしやすいです。どうやったらそんなに初めて行く場所で充実できますかみたいな。これはね、ほんまにコツがある。ラーメン持っていきます。じゃらん。待って、めっちゃ重いけど、これ多分。파리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  여러분, 저 드디어 유럽 여행 갑니다. 안녕하세요. 人生初のヨーロッパ旅行に行きます。ということで、深夜パッキングをやっていきます。今めちゃめちゃ深夜なんですけど、6時間後には家を出たいので、6時間あったら余裕じゃねって一瞬思うと思うんですけど、6時間後までにこれを詰めて、お風呂に入って、一眠りしてメイクをして出たいっていう任務があるんですね。はい。なので、ちょっと急ぎ目でパッキングをしていきます。寝れる？普通にって感じなんですけど、一旦詰めていきます。今回は8泊とかするかな ?10 日ぐらい行くので、フランス・パリとイギリス・ロンドンに行きます。私も皆さんご存知の通り、海外旅行が大好き人間なんですけど、今までいろんなとこ行ったけど、やばみたいな経験とか、うわ、やらかしたみたいな経験ってね、一回もないのね。初めての韓国旅行以外。だから、海外旅行行くときに気をつけてることとか、あと、これやったら便利とかも一緒に紹介していこうかなと思います。まずは普通に服だよね。なんかもうちょっとコーデとかよくわからんくなってきて、一応組んだんですけど、ちょっと着回しできる系のパンツとかも何個か持っていこうかなと思います。せーの。はい。ちょっと待って。これいける？服でやばいんやけど。服はどんな服着てたか、次の Vlog とかで楽しみにしててください。今回はフランスとイギリスに行くんですけど、最初フランスのパリだけ行こうと思ってたのね。けど、なんかいろいろ調べてたら、ヨーロッパってさ、めっちゃ遠いし、飛行機とかも高いから、こうやって一回行ったら回る人が多いじゃん、ヨーロッパのいろんなところ。で、調べてたらパリとロンドンがめっちゃ近くて、飛行機で1時間、電車で2時間とからしいのね。だからミーシャンに、ちょっとロンドンも行かんって言って、ロンドンも行くことになりました。これは絶対必須です。なんかヨーロッパ C タイプっぽいんですけど、こういう旅行行くときは変換プラグあったら便利です。これめっちゃ便利。もういろんな国で使えるやつ、何回も紹介するけど。ほら、いろんな国のコンセントが使えて、ここに USB 挿すところも3つあるし、C タイプも2つあるから。これめっちゃ便利。パソコンとか電子機器は機内持ち込みに入れます。モバイルバッテリーとかも預け荷物の中に入れてたら止められるし、あと中入ってから呼ばれたりするから、モバイルバッテリーとかも絶対機内持ち込み。で、そしたら、ナイトルーティン系はいつも使ってるものを持っていきたいので、この辺に詰めました。これアノブ。で、クレンジング、リプレーン。なんかもう大きいやつをそのまま持っていきます。で、今回の旅のお供は皆さんもう予想通り、ミーシャンと行きます。ミルさん。最近ミーシャンって呼んでるね。可愛くない？ミーシャン。なんか普通に楽しみすぎてやばいのと、やっと実感湧いてきたって感じ。これ行く前ほんまに実感湧いてなくて、なんかほんまにヨーロッパ行くんかなみたいなテンションやったんですけど、湧いてきました、実感が。こういうスキンケア系とかは縦動画でいつも紹介してるようなものが入ってます。てか前、アマミルの Vlog で、次の海外旅行現地集合でもよくないみたいな話してたじゃん。だから今度も別々でええんちゃうん捨てられたお楽しみっていう感じでゆりちゃんに捨てられたかまた一緒に来るかあれ結局どうなったかっていうとこの後ちょっとお楽しみにって感じで、それも現地集合になったのかどうなったのかという感じですね。ここには下着とかいろいろ詰め込みました。下着もさ、なんか洗濯機あるんかわからなくて普通に9セットぐらい入れた。よくあったなって感じないけど9セットも。靴下とかも入れていきます。なんか荷物多すぎてさ、絶対なんか置いてきてまいそうなんやけど、こんだけやっててもなんか忘れてそうやし。まあけど最悪普通に海外旅行っていうのはパスポート、携帯、財布あればなんとかなりますから、はい。だから
海外旅行行く時とかにさ、もうあれもいるかなこれもいるかなってすごい心配になって、こうなんかもうそれだけで疲れるっていう方はもうほんまに携帯、財布、パスポート、最悪これやったら大丈夫です。はい、なんとかなるので安心していきましょう。焦らず焦らず。てか海外旅行行く時になんかみたいなやらかしがちなのってビザとかその申請系やと思うのね。だからどこ行く時もそうやけど、ビザが必要かどうかとか電子渡航証が必要かどうかとかは絶対に調べていった方がいいし、アメリカもそうやし、今回のロンドンもそうやし、オーストラリア行った時もそうやけど、大体申請系はあるからそういうのはねちゃんと調べといた方がいい、事前に。じゃないと普通に空港行ってなんかビザとかそっち系の申請やってますかみたいに聞かれて、やってないですみたいなこともたまにあるから、申請系はもう絶対どこの国行くにしても調べる。なんかこれ漏れたりしやんよな。なんかこれ最悪さ、これ普通になんか漏れてきたりしたら普通に服全滅なんですけどみたいな。これ違う方に入れようかな。違う方に入れよう。てかオリーブヤングでさ、なんか行く前に必要なものとか買ってきたねんけど、見て今オリーブヤングさ、ポケモン30周年でピカチュウとかなの。日本人としてこういうの嬉しくない？かわいい。なんか気合うんだよ。ピカチュウ。ピカピカさん。こういうこと。てか、海外で日本のアニメの人気ってほんまにやばい。今回ね、パリのディズニーにも行くの。めっちゃ楽しみ、やばい。もちこめちゃじゃん。こういうバッグ。ウェットティッシュ。これちょっとでかいんですけど、こういうさ、ちっちゃいウェットティッシュあるじゃん。これ旅行中とかめっちゃ便利。もうこんな何入るみたいなカバン使ってまうから、私みたいにカバンちっちゃい人、こういうね、1枚になってるウェットティッシュとかも売ってるのね。だからこういうのおすすめです。あとは、携帯。私海外旅行行くときはもうこれ、チェーンというか紐スリとかもそうやけど、普通になくす浮かれて、ほんまに。なんか携帯どこ行ったっけって、あれめっちゃ焦るやん。だからもうそれ嫌で、私は LA の時もこれつけてたし、ハワイの時もこれつけてたし、あとこの前東京のイベントをやった時とかもずっとこれつけてました。今回は朝10時に韓国を出て、そこから14時間乗るんですけど、着いたら夕方の5時っていう、7時間しか進んでないっていう、時差の問題でそういうことになるので、飛行機内でメイク落としたり、スキンケアするとかは今回はないかなって感じ。なので、結構楽なフライトではあるかも。まあけど帰りの飛行機があるので、一応このバイオダンスのマスクを持っていく。まあけど飛行機乾燥ほんまにやばいから、私のこのミストちゃんも持っていきます。で、あとパスポートは絶対。パスポートと、あとボールペンもあると便利です。入国のカードとか書いて、記入漏れとかあったら、また書いてきてとか言われて、なんか、弾かれて、また、その行列並ばなあかんとか、たまにあるねんな。そういう時にボールペンあったらその場でちゃちゃって書き直せるし、あると良きです。あと機内で絶対持って行った方がいいのは、ドライアイの方とか、もう絶対目薬は持って行った方がいい。機内乾燥するし、あと寝るじゃんね。目薬は必須。で、あとはここはティッシュ、ハンドクリーム、ミンティア。ミーシャンから LINE 来た。あと、帽子は必須。なんかね、もう最終ね、旅の終盤とかで疲れて髪の毛ボサボサとかになってくるから、帽子は入れておくと安心。なんかミーシャンがさ、先にパッキングをもう終わらせてて、なんかキャリーケース3つのうちもう2個半ぐらい埋まってるんやけどみたいな言ってて、そんなことあるとか思ったけど、そんなことあるかも、普通に。てかこのキャリーケースはリモアのやつです。リモアの一番大きいやつ。これさ、見たらさ、こっちが深くて、こっちが浅いじゃん。こういうタイプのキャリーケースは荷造りしやすいです。半分半分になってるやつより。私的に。なんかズコズコ詰められる。てか普通に楽しみすぎてやばい。だってさ、もうヨーロッパとかさ、次いつ行けるかわからんやん。もうだから、もう思う存分楽しみます。よく DM とかで私が海外旅行行くたびにこう充実してるように見えてるみたいで、どうやったらそんなに初めて行く場所で充実できますかみたいな質問をね、よくもらうんですけど、これはね、ほんまにコツがある。ビッグイベントを1個か2個入れること。例えば今回のヨーロッパ旅行でもディズニーに行くのね。LA の時やったらディズニーと大谷翔平、そういうビッグイベントを1個か2個旅の中で入れると、こうなんか旅の
計画も立てやすいし、確実に充実する方法ではあるかも。ヘアケア系でしょ。あとはカラコン。あとどこ行くにもそうやけど、薬は絶対に持って行っといた方がいい。今回もこんな感じで薬を入れました。普通に今回14時間もフライトあるので、もうね、多分携帯とか映画とか見てたら多分飽きてくると思うのね。だからちょっと、本も持っていきます。時間潰し。見たい YouTube とか映画とかは、オフラインでも見れるように、もうガンガンダウンロードしていくのがおすすめ。あと機内寒いことが多いのでパーカーも持っていきます。夏の飛行機とかでも中エアコン効きすぎてて寒いとかあるから、飛行機乗るときはパーカー。普通にほんまに旅行で体調崩すだけはもう私許されないので、絶対に風邪をひかないぞっていう感じ。あとメガネ。あと長時間フライトの時は歯磨きとかもあると良きです。ザラン。おしゃサングラス。これサイドにリボンがついてて可愛いジェントルモンスターです。ラーメン持っていきます。じゃらん。なんか多分10日間とかそんなに長くいったら多分ね、ずっと外食とかもしんどいと思うの。だからワンちゃんミーシャも食べるかもやから韓国ラーメン持っていきます。あと着た服とか着た下着入れる洗濯用の袋とかも持っていった方がいい。たまにホテルにあるんですけどないところもあるから袋も1個持っていった方がいいですね。一旦閉めます。待って、めっちゃ重いけどこれ多分大丈夫そう。だからなんかさ、こうやってさ、海外旅行行けるのは嬉しいけど、旅行に行ける友達がいるのが何より幸せ、本当に。以上かな？全部詰めた？今回の旅も無事に終わりますように。はい、パッキングは終わりました。今からお風呂に入ってメイクを落としてちょっとだけ寝て空港に向かいたいと思います。はい、旅行の前はなぜこんなにいつもギリギリなのでしょうか。あんなに数ヶ月も前から決まってたのになんでこんなに行く前はいつも時間がないんですかねという感じなんですけど、では数時間後。待って、急にパッキング終わったと思ったらめっちゃ安心して睡魔出てきた。チャルジャーヨン。今周りに誰もおらんじゃな私だけ。ヨーロッパではデザートをたくさん食べたいです. 파리에서는 디저트를 많이 먹고 싶고 런던에서는 베이글을 먹고 싶어.ヨーロッパどんな感じなの？なんか初めて行くからさ、なんか映画とか画面上でしか見たことない国すぎて今から行くのがすごいなんか不思議。てかいつもどっか海外旅行行くとき YouTube で10個以上 Vlog を見ていくのね。けど今回下調べ不足すぎて時間なさすぎて全然下調べできてないから飛行機で見るように YouTube10 個ぐらいダウンロードした。パリ Vlog、ロンドン Vlog。この感じはマジでスリやられます。やろう、一緒に行こうね。猫ちゃん今日はどこに行くんですか？パリ&ロンドン。パリのテーマソング作んないと。作ろう。ワンディレクションだとワンディレクション。あ、ほんまにそれはそう、なんかわからんけど前後です前後です。時には前後しかないWi-Fi なかったらもう発狂してしまう人がいます。そこに14